いやさ、リンクの冒険はね、本当にきついよ。何も見ないでやれっていうのは。トライフォースだったらいけると思うけど、初代と2作目はね、本当にきついよ。迷宮組曲みたいな情報少ないやつは攻略本ないときつい。きついね。だからほら、なんだっけ。迷宮組曲はね、私は大好きなんだけど、あれをクソゲーっていう人もいるからね。なんでかっていうと、あまりにもノーヒントしすぎて、画面に多数ある石の中からダンジョンの入り口探せとか、そうそう。初代そんな難しいのか。私はね、迷宮組曲はね、セガサターンの金田一のゲームどんなにやっても捕まるから攻略本買っちゃったな。15年ぐらい前にクリアしたね、迷宮組曲は。迷宮組曲で15年ぐらい前にクリアしたよ。久しぶりにやって。久しぶりっていうか、もっと30年ぶりぐらいやったのかな。たまたまなんか、なんだっけ、動画かなんかの動画かなんかで見て、うわ久しぶりに見たなと思ってやりたいなと思って、最初やったじゃん。全然わかんねえな。まださ、その頃ってレトロブームとかなってなかったから、中古のほら、地元の中古の本屋に行ったら、あって攻略本が。で、買ってきてやったらめっちゃ面白かったね。あれは、攻略本見ないと難しいかな、迷宮組曲とか。でも見てやったけど面白かったよ、めちゃめちゃ。ベホ耳、ベホイムです。さすがにノーヒントはきついね。ノーヒントっていうのは。ヒントがありすぎるのもあれだけど、全くヒントがないのもね、やっぱきついですね。本当に。今なら大体プレイ動画がありますからね。ゼルダは攻略本なしだと最後の型で金がきつくなっちゃう。たまに攻略本買うこと前提のゲームとかあるからその類ですかね。それ言い出すとあれじゃないRPG 系で言うと、あれだよ、ドラゴンスレイヤーシリーズとか、ソーサリアンとか、ああいうの。あの辺はね、全くノーヒントでやるとね、多分詰まるよ、あれ。完全にワルキューレの伝説。そうだな。ワルキューレの伝説もそうだね。持ってますよ。箱と説明書もありますしね。やりましょうか。俺、ワルキューレの伝説までクリアしたの30年以上昔、35年 ?35 年ぐらい前だから、全く中身覚えてねえよ。だから、今やると多分何もわかんないから、多分。たけしの挑戦状なんて攻略本あっても何やるかわからないらしいし。メガテンみたいに攻略本ありきのもあるし。わら。メガテンもね、多分攻略本なしでやるとね、きついよ。メガテンも。メガテンもさ、特に昔の 3D ダンジョン系って、落とし穴とか罠とかいっぱいあったじゃん。だから、ほら、それを一個一個調べてやるのが当たり前なんだって言うんだけど、だからほら昔のゲームって、余裕で100時間とか遊べたからね。だんだんアリの課長みたいになりそうな。本当にそうだね。アリの課長みたいになりそうだね。鉱山師がお友達でした。だから、ノーヒントでやっていくと多分アリの課長みたいになっちゃうから、だから、なんだっけ。今回の4は何も見ないでやってるけど。メガテンのファミ通攻略本が訂正多すぎるやつがあったんでしたっけ？メガテン、いや、ファミ通はもともとそう。様子でザナドをコメントで教えてもらいながらプレイしてるのあったな。ザナドゥはドラゴンスレイヤーシリーズだから、ノーヒントはきついよ。ソーサリアンザナドゥ系は。あの辺をノーヒントで。それはそれで鳥だ可愛い気がする。そうか、今の罠か。こっちからダメか。ごめんなさいね、ちょっと。今のは0時を教える、あれですね。タイマーですね。皆さん、夜中のね、お昼になりましたね。夜中のお昼。あと毎日やってんだとですね。こっちかな。演習行かなきゃ。そうですね。演習とかやんないとダメですね。魔人の鎧は素早さがなくなる代わりにデイリータイムですね。そうだね。これ宝箱ですね。鬼コンボ。こいつはね、倒しても意味がないから逃げましょうか。鬼コンボは確か落としてもね、コンボかな。
鬼コンボは。鬼コンボは倒してもコンボしか落とせないはずだから、あんまり意味がないんだね。なんかレアなアイテムが手に入るわけでもないし、ね、なのに無駄にタフだからねあいつは。ガチでさっきのやつコンボで戦ってたのか肉体はすぎる。そうだね。ここは宝箱が左上だ。左上と、真ん中、下。左上と真ん中下に宝箱があったはず。左上と真ん中下にあったんです。左上は分かんない。何があったか。真ん中下は、水の羽衣。確か。覚えてますよ。やり込んだんでね、結構。コンボで大ダメージってステータスの力、どうなってるんだまあ、アリーナがいるから、まあ、こんな感じで倒せますけどね。あ、ちょっとだけお待ちいただけますかね。アリーナ姉さんかっけーっす。ちょっとだけ、いいや、進みましょう。あ、命の木の実ですね。つか、アリーナが強すぎるよ。アリーナだけ、なんか違うゲームやってるみたいな感覚で。で、真ん中下に、アイテムがあったはず。ここに入る前に、アイテムがあったはずですね。バギクロス痛いな。あ、これですね。これが確か水の羽衣でしたね。これはマーニャは光のドレスか。ブライか。ブライには送りましょうか。ブライが水の羽ド衣。ラクエの会心って防御虫の固定ダメージだっけ？そうだよ、防御無視ですよ。だからメタル系とかにダメージが通るんですね。ブライに水の羽衣ってなんかいろんな意味でねいろんな意味ですごい、ね。フェアリードラゴン。80年代は結構妖精も流行ってましたよね。ブライの腰が冷えそうだ。80年代は結構妖精ものも流行ってたよね。妖精っていうのも。あれか、祈りの指輪使いましょうか。祈りの指輪。お、回復しました。祈りの指輪はランダムで、壊れます。ランダムで。1回で壊れた時は泣きましょう。ね、まあ、今回カジノの声の裏技使ってるから、あんまりね、影響は少ないと思いますけどね。はい、来ましたよ。あ、この辺であれですね、メタルキングが出ますね。
この辺でメタルスライムやメタルキングがいっぱい出てきます。だからレベル上げするんだったら今のところでうろうろしてるとね、メタルキングとかメタルスライムがねいっぱい出てくるんでおすすめですね。ドラクエ2で指導戦直前に一発で壊れて積んだと思ったな、祈りの指輪。ああ。確か2は祈りの指輪は、ゾンビが落とすか、なんだっけ。あと、あれ。ギャンブルじゃなく福引きでしたね。福引きか、ゾンビが落としたはずです。ちなみにドラクエ2でね、意外と、なんだっけ、罠があって、ドラクエ2ってアイテム1個持ってると2個目が手に入んないとかよくあるんですよ。例えば、不思議な帽子。不思議な帽子は1個手に入ると、手に入んないの。なんでなのかは、なんだろうね。まあ、そういう設定なのかね。だから、スーファイン版とかでは不思議な帽子を2個手に入れることができるんだけど、ファミコン版では残念ながら1個しか手に入んないんですね。で、ファミコン版はもっとまずいのは、サマルとムーンブルクの、王女の頭装備って、不思議な帽子しかないんで、どっちに譲るかっていうので結構、難しいのかな。まあ、大体はムーンブルクかな、渡すのは。攻撃魔法とかね、ベホンも使えるしね。だから、ますます様々な防御が下がっちゃうんだけどね。その結果も。あ、そっか。じゃああれか。左取ってから落ちるか。右か、ごめん、右。セーブ形式の問題によってそうなってそう。多分、だから、それが何かありそうだね。ミラーシールドですね。これも敵の攻撃、魔法を跳ね返すんじゃなかったかな。あんまり使う。これも確か敵の攻撃魔法を跳ね返すんじゃなかったかな。来ましたね。ラストマップですね。来ましたよ。で、これ横でセーブができますね。セーブと回復ですね。はい。じゃあ、あれですね。四天王を倒していきましょう。4人いますんでね。4体か。4体いますんでね。持てないのか。ミラーシールドはクリフトとかライアンには装備できるのかな。確かだからはぐれメタの盾がね交換できない場合には装備してもいいかもしれませんね。じゃあ行きましょう。左下から行きましょうか。あれトラマナが効かなかった。ここ覚えてる。あれだ。トラマナかけてぐるっと回ります、ここぐるっと回っていくと小さなメダルがあったはずですね。これはわかんないよね、これ。ここですね。ここに小さなメダルが。まさにお宝発見ですね。なんで覚えてるんですか？やり込んだからかなり。敵のむしろここまで来るとメダル王のところまで戻るのかな。戻れますよ。ルーラでさっきの希望の祠にルーラで戻ってこれるんで。ここはあれですね。ちょっと積み将棋みたいな感じですね。こんな感じでこんな感じ。積み将棋ですね。罠にひどい。今のはひどい。せめてお墓の周りなら調べたかも。ライアンのホイミだけで大丈夫か。来ましたね。
っかからない。そんな罠にね。そんな罠に引っかからないよ。ねえ、ギガデーモンですね。最初やった時にさ、引っかかってさ、悲しくなった記憶があるからね。もう忘れトラウマだよ。ね、こいつは防御力なかったかな、もしかしたら。ああ、ちょっとあるね。21。あ、敵防御してますね。これが卑怯なんだ。これ敵が卑怯なの。防御してるじゃん。ほら。防御してても、敵2回行動だから、防御して攻撃ができるんだよ。なんて卑怯なやつなんだ。ねえ、アリナ先生やってしまいなさい。ねえ、アリナ先生、やってしまいなさい。ねえ、ルカナンやめてくれ、ルカナン。ルカナン、あ、身を守る、命も。この四天王のどれかが黒幕なんだっけ？アリーナ先生出番です。はい、倒しましたね。ひどいやつだ、ほんとに。おてんばという表現はすごく優しい言葉なんやなって。確かに。クリアが見えてきましたよ。あと1時間以内、多分1時間ぐらいかな。あと1時間ぐらいですかね。で、ここが、奇跡の剣を落としたわけだね。ここまで来るとおてんばではなく修羅では、正確にはノースジゴリラだもんな。まあ、賢さが足りないからね。クリフトにホイミだけやっとこうか。ヘルバトラーですね。ヘルバトラー。みんな大好き、ね、ヘルバトラーですね。これはヘルバトラーはドラゴンクエスト5でね、最強のモンスターですね。仲間モンスターですね。あ、やべえバカ野郎ザキなんて聞かねえよね、これがザラキ中ですね。まさに。アリーナ戦うとき髪の毛逆立って金髪になってないかな。それ、スーパーサイヤ人。アリーナ先生やってしまいなさい。ね、アリーナ先生やってしまいなさい。お、クリフトもすごい。お、おたけびに効いてない。いいね。クリフト先生しっかりしてください。本当だよ。あ、終わりましたね。アリーナが強すぎる。サントハイム人怖えな。はい、これで奇跡の剣ですね。これをライアンに装備させたい。ザーボンさん、わら。ねえ、もうアリーナがいないとゲームにならないよ、このゲーム。残念ながらね。モンスターに風穴開けてるんじゃ。サントハイム王がどっか行ったのは娘がこんな調子だから嫌になったんじゃ。いや、サントハイム王がどっか行ったのは確か小説かなんかで書かれてたのは、何かか何かを察知してキメラの翼を集めさせて、キメラの翼を使ったら異次元どっかの時空に飛ばされちゃって全員がで閉じ込められてたんだけど、ピサロが亡くなった結果出てこれたっていう話じゃなかったかな、確か。ごめん、俺もなんか昔そういう話を聞いたぐらいだったから間違ってたらごめんね。で一回回復に戻りましょう。どっちみちねぐるっと回りますんでね。それってピサロの巧妙な罠だったのでは。ああ、そうかもしれないね。装備が最終装備ですね。奇跡、ハグメタ、風神、鉄仮面。で、天空装備。で、キラーピアス、光のドレス、金の髪飾り。で、ハグメタ装備ですね。これが基本的に最強の装備ですね。ただ、ラスボス戦とかではね、なるべく、なんだっけ、光のドレスは外した方がいいですね。一番笑いなのはベホマをね、跳ね返された時のね、悲しみはないからね。結界残り2つですね。残り2つの結界を破壊して最後のねピサロの城に、突入したいと思います。
これどっちかな、左かな、あ、どっちでもいけんのか。あー、ここあれか。まあいっか、これで。ここは3体ですね。ここは3体ですね。レッドドラゴン系が3体ですね、ここ。ギガデイン、あれこれ待って、ザキ効くんだっけこれ。まあいいや、やってみようか。ギガデイン。四天王、合計6からだ。確かに。ね、四天王やないやんってツッコミです。じゃあ最後は黒幕ですね。ドラクエウォークだとこいつの心が強かったな。ね、ピサロ様はどれだけ嘆いたことか。ね、なんかこれさ、言ってるセリフがさ、魔物なんだけどさ、なんか悲しいよね。ね、人間のせいでピサロ様がどんだけ悲しんだことか、嘆いたことかってなんか聞くとさ、なんか悲しいね、本当。まあこの悲しみまたドラクエの一種の面白さでもあるんだけどね。じゃあ次は真の黒幕ですね。真の黒幕を倒したいと思います。なぜ、ロザミンがね、ロザミアが見つかってしまったのかっていうのがね、ここに来ると、分かると思います。ここは確かアイテムあったね。ゾンビメールだっけ。確かここはアイテムが手にありますね。ゾンビメール。あ、どっちだっけ。わかんねえ。右上かな。ゾンビメール、ああ、当たりましたね。よかった。もちろん呪われます。呪われます。アリーナもホイミですね。全員ホイミですね。こういう時は満タン元天空人にして今作の原因、なおリメイクの真のラスボス。そうだね。リメイクでは真のラスボスになってますからね。しかもめちゃくちゃ強かったからね。メイドの宮に教えてやろう。ロザリをさらわせたのはこの私なのだ、はははってね。なんてやつだって感じですね。まあほら、ピサロにはね、優しさがあったのが最大の問題と言われてるからね。これはギガデに使って、使いましょう。どうすか。いや、使わなくていいか。まず天空の剣か。天空の剣。こうなるからギガデに使おうかと思った。でもエビルプリーストが魔法カンターあるんで、お、いいね、アリーナ。うわ、魔法がいた。お、いいね。命を大事にプラスギガデンやろうか。命を大事に。クリフトさん、よかったら回復してね。あ、バカ野郎、魔法カンタ、主人公遅いよ。主人公跳ね返されるじゃん。大丈夫かな。主人公瀕死じゃねえかよ、主人公。ベホマズ、ベホマズ使おうか。わらわら。もうこれはひどいだよ、本当に。ねえ、デスコンボになってるもん、デスコンボ。取れたかが、わら。どうだよ。よし、あとガンガンいきましょう。危なかった。主人公にとってはこいつ関係なく家族と幼馴染の敵はピサロだった気がする。そうだね。だからピサロをほら同情できないってやつもいるんだよね、結局。
ちゃ強いね。倒しましたね。これで結界が全て破壊しました。結界が全て壊れたんでね、最後の、ダンジョンに、突入したいと思います。まあダンジョンが城ですね。長くはないかな。あ、アイテム回収して1回出ましょうか、せっかくだから。アイテムを中身のアイテム全部回収したら1回出てセーブして、最後戦いたいと思います。己口をしやはい、これで、ついに、最後の、ピサロの居城にね入ることが可能になりました。さあ行くぜ。まずはアイテム回収しましょうか。ここでいっぱいレアなアイテムがね手に入りますんでね。土偶さんこっち来ないで、土偶さんこっち来ないで、土偶さん土偶さんを触れるとエンカウントですね。ピサロ側から見ると、ただの戦争だからね。勇者の村の襲撃。そうだね。まあ生存戦争ってやつだね。結局どっちが生き残るかみたいな感じだからね。エンカウントがひどいな。もうスモークグールが本当にあれやよね、めんどくさいよ。あ、後ろに仲間たちも経験しちゃいますね。一応仲間たちも来てますんでね。でまずこれあれかな、地下かな。地下に確かメダルかなんかあった記憶が、メダルか命の興味か。リメイクだと馬車メンバー交代しながら戦うんだっけ。マスドラがどっちにも肩入れしなかった理由も今考えるとそれかなって思う。人間嫌ってたし。そうだね。まあいやだからあれじゃない。だからほら、人間を理解しようとして地上に降りたらあんなことだったんじゃないねえ、その人間をなんとか理解しようとして地上に降りたらあんなっちゃったんじゃないね、5で何やってんのって話になったからね。20年ずっと回ることに。ていうかさ、ぶっちゃけてるけどさ、20年も回ってるんだったらさ、ちょっと怪我覚悟でさ、飛び降りた方が良かったんじゃねえのねえ、いや、確かに100、でもさ、20年もよく回り続けられたよね。一応あれ人間形態なんでしょ、あれ人間形態。